その時に僕の中に、オスは臭くて下品だってトラウマのようなものが刷り込まれたんです。ミルのニヤっていう薄笑いは今でも忘れられません。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。フレブルの飼い主さんが一緒に暮らしている子は男の子、女の子、どちらでしょう。また、これからフレブルをお迎えしたいなと考えていらっしゃる人は、どちらにするか悩んでいたりしますよね。この性別の違いって一緒に長く暮らしていくわけですから、どうしても飼いやすいかどうかなんてことで気になりますよね。僕はこれまで5匹のフレブルをお迎えしていて、そのうち女の子は3匹、男の子が2匹になりますが、やっぱり性別による違いというのはあります。ただ、僕がフレブルを最初に多頭飼いした時は女の子2匹でした。それには理由がありました。なぜなら僕は動物のオスが嫌いだったからです。これから動画で2回にわたってフレブルの男の子と女の子の違いについてお話をしていきますが、今回はその前提としてどうして僕がオスが嫌いだったのか、そのエピソードをお話しします。どうぞ最後までご覧ください。僕が勢いで最初のフレブルをお迎えした話はすでにしていますが、勢いとは言っても実は他にも決め手があったんです。それはそのフレブルが女の子だったからなんです。この理由については僕が子供の頃に実家で体験したエピソードまで遡ります。僕の実家では当時猫を3匹飼っていて、オスが1匹、メスが2匹でした。昭和の時代で猫は家の中と外を好き勝手に出入りしてました。特にオス猫、名前は確かミルでしたが、このミルは結構近所でもボス猫っぽい立場になっていたんだと思います。外に出たら何日も帰ってこないことがあったり、帰ってきたかと思えばふんぞり返ってたりして横柄な猫でした。それでも僕の布団の中にね、入って寝たりもしていたので、僕との関係性は悪くなかったと思います。でもそういう猫ですから匂い、獣臭が強いんですよね。なんですかね、オスの匂いっていうかフェロモンのようなね、そんな感じですね。でもそれ自体はまだ良かったんですけど、僕が動物のオスを嫌いになる決定的な出来事が起きたんです。冬の夜でした。僕はこたつに入ってうつ伏せで漫画を読んでいたんです。するとミルがふらーっと来て僕の目の前に立ち止まったんです。それで僕がふっと顔を上げたら、うつ伏せなんでちょうどミルと同じくらいの位置に顔が来ることになるんですけど、ミルと目があったんですね。そしたらミルがニヤーっと薄ら笑いしたように見えたんです。で、次の瞬間ミルが僕の顔の前にお尻を向けたと思ったら、ブーッとおならをしたんですよ。その風圧が顔に来て、これがね、ものすごい臭かった。で、ミルはというとゆったりと歩いて離れていきました。それを見て僕は直感でバカにされたと感じたんです。ミルはきっと僕のことを格下だと見て
そんなことをしたんじゃないかなと思ったんですね。それでその時に僕の中にオスは臭くて下品だってトラウマのようなものが刷り込まれたんです。ミルのニヤっていう薄笑いは今でも忘れられません。これって冗談みたいですが本当の話です。ミルはそれから少しして行方不明みたいになったんですけど、数ヶ月後にふらっと家に戻ってきたんです。ただ足に大きな怪我をしていて、それが原因でそれからすぐ亡くなってしまいました。今思えばまさにオスの代表みたいな猫でしたけど、このミルこそが僕をオス嫌いにさせた原因です。だからそれからは学生時代にアパートの部屋で隠れて飼っていた猫も女の子でしたし、30年以上の時を経てお迎えしたフレブルも立て続けで女の子になったんです。フレブルの女の子、お嬢と小町の多頭飼いは5年続きました。それで5年も一緒だと僕のフレブルについての知見っていうのもね、だいぶ身についてくるわけです。そうなるとね、ウェブとかでいろんな情報も入ってきますから、フレブルはやっぱりオスが醍醐味じゃないのかって思うようになったんですよね。がっしりした体型とか大きな頭とか筋肉のつき方とかもね、女の子とは違うんだろうなってね、考えるようになってきました。その反面、それでもオスはな下品だよなと葛藤をしてたんですね。でもそれがね、よく行くショッピングモールで先週まで高い値段でね売られてたブリンドルのオスがいたんですよ。ところが次の週にね行ったら半額になってたんです。それで店員さんにね勧められて抱っこしちゃったんですよ。これねもうね抱っこしちゃったら最後じゃないですか。パピーにねオスもメスもねありませんよね。そしてその日のうちにねお迎えしちゃったんです。それがこの子ボンでした。さて今回はフレブルの男の子と女の子の違いをお話しする前提として、僕が女の子にこだわった理由とそれを乗り越えて男の子をお迎えしたところまでのエピソードをお話ししました。これをなぜお話ししたかというと、僕の中で男の子と女の子への思い入れがうまく整理できなかったというのがあります。もちろん今ではどちらも関係なく大好きですが、以前の僕は男の子について随分勝手な思い込みをしていたんですね。さて次回の後編ではフレブルの男の子と女の子の違いについて僕なりの見解をお話ししたいと思います。皆さんも男の子と女の子に関する思いやエピソードなどがありましたら、ぜひコメント欄で聞かせてください。またこのチャンネルを少しでも面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけるととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。